皆さんこんにちは、山田屋の宮城です。今日のテーマはですね、長船清光ということでやっていきたいと思います。今日はですね、この清光について、いろいろとですね、話したいことはあるんですけれども、大まかに分けて3つに絞ってですね、お話を進めていきたいというふうに思います。まず1つ目はですね、この非常に深い反りのお話、それから、2つ目はこの備前中子ですね。中子の形状についてお話ししていく。そして3つ目は、清光のよだれと呼ばれる、波中の働きについてお話ししていきたいと思います。今日はこの3つの内容を中心にですね、長船清光のですね、この魅力を一緒に、味わっていければというふうに思っております。ではですね、この長船清光の、投稿、刀鍛冶としての、基本情報から、やっていきましょう。どうぞ。清光は室町時代末期、戦国時代の備前の国で活躍した刀工、末備前の代表的な刀工の一人で、すぐ派の名士とされています。守護大名赤松氏との関わりも深く、永禄5年、1562年に天神山城主、浦上宗景のために打った刀、いわゆる為打の刀も現存しており、岡山県立美術館の所蔵となっています。はい、ということでですね、備前物というブランドとですね、それから戦国ロマンが溢れる非常に、人気の要素満載の刀がこの清光なんですね。私もですね、もともとはやはりその歴史好きが高じてこの刀の世界に入ってきたみたいなところがあるので、こういった、大名、それから戦国武将、あるいはですね、偉人の方とのエピソードが残っている刀というのは非常にこうグッとくるというかですね、いいなというふうにですね、私も思うんですよね。非常にこの清光も大好きな投稿の一人でございます。では早速この、実物一緒に見ていきましょう。非常に素晴らしいこの深い反りですね。これは誰が見てもパッと見で、圧倒されるような反りでございます。でですね、この反りが、1寸あるんですね。1寸というと、3.03 センチメートルですね。なかなか反り1寸というのはお目にかかることはございません。私も、久々に見ました。素晴らしいですね。このようにですね、こう中子を立てて持つと、こんなに1寸って反るかなっていうぐらいの、こう、反りですね。で、反りの、基本的な感覚、数字の感覚なんですが、大体ですね、その1.5センチから、1.8センチぐらいが、標準的な反り。深くもなく浅くもなく、ちょうどいい反りだなというのが、その1.5から1.8ぐらいなんですけれども、で、大体ですね、その、世に出ているこの居合刀ですとか、そういった規格品もですね、その反りの範囲で作られているものが多いですね。なのでですね、反りがこう2センチというと、反り深いなっていう感じを受けるんですけれども、この刀に関してはですね、もう反り3センチと、もう飛び越えていってますから、これはなかなか珍しいですしね、反り深い刀お好きな方って多いですから、珍しいし、人気の刀だなというふうに感じますね。そして、時代のものなのでね、戦国時代のものなので、若干研ぎべりはありますけれども、全然健全ですよね。本当に、現代刀ぐらいの感じのその砲量、寸法、重量感ですよね。しかしやっぱりこの姿がいい刀っていうのは、もうパッと見のこの魅力、インパクトというのがものすごいですよね。専門的な知識がなくても、誰もが圧倒される。という意味でですね、姿がいい刀っていうのはね、これは大変大きな魅力ですよね。刀の出来としてはですね、少し、かなり荒っぽい、いわゆるその戦国の気風というんですかね、その動乱の、時代という部分がかなり色濃く現れている刀なんですけれども、この刀の魅力はもうこの姿、反りですね。これが一番この刀の素晴らしいところと言っていいと思いますので、ぜひですね、それを見ていただきたいなというようなところですね。
はい、では2つ目の魅力でございます。刀身の反りの方からですね、視点をぐっと手元の方に下げて中子の方に移ってみましょう。この波長はですね、2尺4寸以上ありまして、現代でも長尺な方ですよね。で、この反り一寸の深い反りの刀身に対してですね、この短く太い中子というのはなんとも不釣り合いな感じがしますよね。しかしこの中子はですね、備前、特にその末備前では典型的な形状なんですね。よくこれをですね、私ども備前中子というふうに言うんですけれども、これはややですね、現場寄りの言葉というか、例えば備前中子というふうにですね、何か本で調べて単語として出てくる本というのはちょっと私は見たことありませんので、もしかしたらその現場で使われる言葉なのかもしれませんね。それについて少し話していきましょう。で、この備前中子ですね、簡単に言うと、太くて短く、この寸胴ですね、あまり太さが変わらない。そして、中子尻がですね、丸くなっておりますね。なんていうんですか、尖ったりしていなくて、穏やかな形状であります。これは、栗尻と呼ばれる、形状ですね。この特徴を兼ね備えているのが備前中子ということになります。今画面上ではですね、画像を見比べていただけてると思いますけれども、このようにですね、神道の肥前の忠義ですとか、あるいは新神道の大慶直胤などの中子に比べると、一目瞭然で違いがもうお分かりになるというふうに思います。なのでですね、もしその骨董市などでですよ、この忠義や大慶直胤のような細長い中子に長船清光というふうな銘が切ってあったら、それはもうおかしいですよね。非常に注意深く見る必要があります。すなわち、偽名の可能性が高いというふうになるんですね。中子の形状というのはですね、波紋のように派手ではないんですけども、中子というのはですね、時代や国、それから刀工、さらには心眼を見極める非常に重要な見どころというのがこれだけでもですねお分かりいただけるというふうに思います。ともあれ今回はですね太くて短くてこのお尻が丸いというのが、備前中子というのは、分かっていただければよろしいかなというふうに思います。最後3つ目ですね。この清光のよだれという非常にユニークな言葉について少し説明していきたいというふうに思います。こんな面白い言葉がついているのは清光ぐらいでしょうか。波中にですね、その清光のよだれと呼ばれる、特徴的な波中の働きが出るんですね。ただこの刀はですね、そんなにはよだれ感がないというか、あんまりよだれらしいところっていうのは正直ちょっとないんですけれども、何箇所か出てるところがあるので、そちらをですね、アップにして見ていきたいと思います。ですね、見ていただいてる画像の方に、刃の先に向かってスッと垂れている線のようなものがありますよね。この波中の働きを足と呼ぶんですね。これは短いので小足ですかね。これをですね、どういうわけか、清光のよだれ、あるいは牛のよだれなんていうふうに言われるんですね。確かにそう言われてみると、ツーッと垂れている感じがあるでしょうか。これは少し、ですね、醜い足ではあると思うので、あんまりよだれ感がないかもしれないですけどね。こういったものが、いわゆる足と言われるものですね。やはりですね、派手な刃文というのがですね、一般的には好まれる傾向があって、すぐ刃は地味で、少し玄人好みで、
あるというようなところがあるんですけれども、単にこうまっすぐな刃文だけではない、こういう細かい、働きというのが見れるようになるとですね、刀剣鑑賞もよりこう楽しくなるのかなというふうに思いますので、ぜひぜひ覚えていただければというふうに思います。でですね、ここからは余談になるんですけれども、清光という刀工の名前、呼びやすくて語感もいいですし、それから清い光ということでですね、漢字も非常にいいですよね。なので、清光という名前の刀工は、非常にたくさんいるんですね。刀剣書のですね、古今漢字備考には合計で23人もの清水がいたというふうにされております。ですが、単に清水といえば、まずこの長船清水のことを指しているというふうに捉えていただいてですね、よろしいかというふうに思います。時点で有名なのは、沖田総司の愛刀でも有名で、特に近年人気のですね、歌手清光ですね。以上ですね、打足ではあるんですけれども、ちょっと面白いところかなというふうに思ったので、紹介させていただきました。はい、ということでですね、長船清光見ていただいていかがだったでしょうか。非常にですね、こういった大ぶりで豪快な作風というのも清光の魅力の一つでございます。特にですね、今回立ち姿ですから、小備前のような上品な太刀とは違ってですね、非常にこの戦国時代のこの荒々しさを感じられる独特なですね、太刀だったんではないかなというふうに思います。清光はですね、人気ですし、現存作も多いですので、今後ですね、動画に出てくることもあるかと思うんですけれども、そういった時にはですね、また別の視点で、この長船清光の良さというのをお伝えしていければなというふうに思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。